皆さんこんにちは、アンリです。今日は日本の AI をめぐる5月14日から15日の48時間を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。経済産業省が本日、いわゆるジェニアックの新規採択として製造業データの AI レディ化9件とロボット基盤モデルに件を発表しました。同じ日、 DNA の創業者である難波智子氏が代表取締役社長に復帰し、 AI 全振りの第2総合を宣言。ホンダは2028年まで AI 自動運転の搭載を再延期。ソフトバンクグループの株価は決算翌日に 4.77% 急落しました。さらに3メガバンクのクロードミソス採用が政府レベルにも波及。大手 SIRR の4社、つまり NTT データ、NEC、富士通、日立の AI エージェントが2026年に収益貢献年に入ったと日経クロステックが報じています。日本の AI をめぐる政策、経営、市場の3レイヤーが同時に動いた一日を整理していきます。最初のセクションは経産省ジェニアックの本日5月14日採択です。ジェニアックは経済産業省と国立研究開発法人のネドが運営する生成 AI 開発実装の支援プログラムです。本日のテーマは製造業データなどの AI レディ化が9件、ロボット基盤モデルが2件、合計11件の新規採択となります。期間は2026年度から最大3年間で、自動運転車、ドローン、自動運行船といったフィジカル AI の基盤データセットを国家プロジェクトとして整備していきます。これまでジェニアックの中心は鼓やプラモといった国産大規模言語モデル、いわゆる国産 LLM の開発支援でしたが、今回の採択で LLM 中心から製造業の自データ×ロボット基盤モデルへ対象範囲が正式に拡張されました。経済安全保障で指定された17分野のうち、自動運転、自動運行船、ドローンといった主軸領域で国費でフィジカル AI の基盤を動かし始める具体的な第1弾です。経産省の公式リリースは本日5月14日付で PR タイムズを通じてロボトラックなど採択企業の発表も同時に流れています。2つ目のセクションは DAE 難波智子氏の社長復帰と AI 全振り台に総合宣言です。日本経済新聞は5月14日、 DNA の創業者である難波智子氏が代表取締役社長に正式復帰すると報じました。難波氏は1999年に DNA を創業し、長年会長職にありましたが、今回の復帰では AI 全振り、つまり AI 事業中心の経営に全社をシフトするという第二総合を宣言しています。 X 上の日経公式投稿には94いいねがつき、日本のスタートアップ業界に強いインパクトを与えました。経営トップ自らが社名を変えるのではなく、 AI に振り切る形での再起動を選んだ点が特徴です。これはAI シフトを事業部単位の DX ではなく、全社のミッション再定義として扱う動きの象徴です。同じく5月14日、住友電機工業の時価総額10兆円クラブ入りも日経で報じられ、藤倉古川電機工業との電線3社 AI シフトが市場テーマとして再注目を集めています。3つ目のセクションはホンダの AI 自動運転2028年再延期と SBG 株5月14日 4.717% 急落です。日経電子版と SB ビットはホンダが AI 自動運転技術の搭載を2028年に再延期したと報じました。当初は2026年から2027年の本格搭載を計画していましたが、 EV 戦略の見直しで EV より HV、 つまりハイブリッド車から順次導入する方針に切り替わりました。 GM との提携の事実上の解体に続く動きで、自動運転でもテスラやウェイモや中国勢から遅れを取る構図が固定化しつつあります。一方、ソフトバンクグループの株価は
5月13日の決算で過去最高の純利益5兆22億円を出した翌日、5月14日朝に一時5725円まで売られ、前日比マイナス 4.77% の急落を記録しました。ブルームバーグは NAV が拡大してもオープン AI 依存が大きすぎる指摘。日経はオープン AI の人材量が乏しく割安修正は遠のく評しています。投資利益の9割超がオープン AI の評価益という構造リスクが市場で好材料出尽くし反応として可視化されました。 AI バブルの本邦代表銘柄が決算の翌日に一段売られたのは本日5月14日の象徴的な出来事です。4つ目のセクションは大手 SI や4社の AI エージェント収益貢献の手とクロードミソス政府波及です。日経クロステックは NTT データ、NEC、富士通、日立の国内大手 IT4 社の AI エージェントサービスについて2025年が発表年、2026年が収益貢献年と位置づける記事を公開しました。日立は6月30日から AI エージェント開発運用環境提供サービスの第一弾として保守問い合わせ AI エージェントを提供開始予定です。 OT つまり産業設備運用のノウハウを取り込み高精度な回答ができる点が訴求軸です。富士通は小槌をコアに AI エージェント提供開始、 NEC は 1.3 兆円の AI 関連投資枠で買収も視野に入れています。 NTT データはアクセンチュア×アンソロピックの日本展開サイバー AI と部分的に競合する構図です。クロードミソス採用についても3メガバンクから政府レベルへの波及が進み、安野貴弘氏、チーム未来のリーダーは総理がミソスの重大性を認識し政府の即応体制強化を歓迎すると発信。937いいねを集めました。アッター IM アンダイプ IT メディア AI プラスは政府対応の遅れを指摘した投稿で774いいねを記録。サイバー領域での国産ベンダーとアンソロピック連携が金融以外にも広がる構図が見えてきました。5つ目のセクションは KDDI のコンシューマー向け AI エージェント6月発表予定と自治体 DX の展示です。 KDDI は2026年6月にも個人ユーザー向けの AI エージェントサービスを発表予定で、ベースモデルに Google のジェミニを採用する見込みです。 KDDI はこれまでエライザの OSS モデルでオープンソース路線、アンソロピッククロードで法人向け再販というに系統を持っており、ここにジェミニでコンシューマーを加える3本立て戦略が鮮明になります。 NTT ドコモやソフトバンクとのキャリア間 AI 差別化競争が6月から本格化する構えです。 NTT アドバンステクノロジー、いわゆる NTTAT は5月13日から15日にかけて東京ビッグサイトで開催されている自治体公共ウィーク2026第6回自治体 DX 展に出展。来庁者と窓口職員の会話を音声認識し、操作不要で関連情報を職員に提示する伴走型エージェントの実機を公開しています。デジタル庁の現内プラットフォームが18万人実証から500業務への自立型 AI 導入へと進む流れと並行し、自治体個別の窓口 AI が商用段階に入っています。さらにランウェイが東京拠点を設立し日本アニメ IP を活用する話題。東京大学が処理速度1000倍で発熱しない AI ハード素子を開発した話題。メモリ5社合算で63兆円市場予想で5月15日の記憶シェア決算が次の試金石になる話題が同時に動いており、5月14日前場の日経平均は176円高で63,448円、 AI 半導体株主導で続伸しています。6つ目のセクションは日本視聴者にとっての3つの示唆です。1つ目は
ジェニアックの新規採択11件のリスト追跡です。本日5月14日付の経産省 PR 資料から、製造業 AI レディ化9社とロボット基盤モデル2社の社名を確認し、自社の調達先協業候補としてフィジカル AI 実装ベンダーの選定リストに追加することです。2つ目は大手 SIR4 社の AI エージェント差別化チェックです。日立は保守問い合わせ、富士通は富士通小槌、NEC ハイテンさん兆円の M&A、NTT データはアクセンチュア×アンソロピックとの連携線、それぞれの得意領域別ユースケースを自社 RFP つまり提案依頼書に1ページの比較表として落とし込むことです。3つ目は SBG 株マイナス 4.77% の教訓です。オープン AI への評価益集中という SBG のモデルは AI ベンダー一社集中のリスクを決算の翌日に株価が一段売られるという形で可視化しました。自社の生成 AI 調達は筆2系統以上、例えばクロードプラスコーデックスプラスジェミニーのいずれかに系統で組み、クロードミソス採用3メガを参考に本業以外のサイバーリスクも視野に入れることです。ここまでの整理をまとめます。2016年5月14日から15日、経産省ジェニアックが製造業 AI レディ Q 県とロボット基盤モデルに県を採択、DN 難波智子氏が社長復帰し AI 全振り第2総合を宣言、ホンダは AI 自動運転を2028年に再延期、 SBG 株はオープン AI 自存の懸念で 4.77% 急落、大手 SI4 ヤー社の AI エージェントが収益貢献人に入り、クロードミソス採用が3メガから政府レベルに波及、KDDI は6月にジェミニベースの個人向けエージェントを発表予定、 NTTAT の窓口 AI や東大の1000倍素素開発も同時に動きました。日本 AI をめぐる政策、経営、市場の3レイヤーが本日同じ48時間で連動し始めた一日です。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。